かつて世界で最も豊かで幸せな国の一つとして福祉天国とも呼ばれたスウェーデン王国。北欧ならではの豊富な資源、少ない人口、清廉な政治を生かし、個人の幸福よりも共同体の幸福を志向する資本主義と社会主義が結合した北欧モデルを取り入れ、労働者に無償医療、無償教育などの質の高い福祉システムを提供し、世界で最も質の高い生活が保障される国として世界各国が憧れる国だった。しかしそんな世界一豊かな国が近年ギャングの天国と呼ばれ、ギャングによる犯罪、ヨーロッパで銃による死亡率が最も高い国と呼ばれるほどに没落してしまうことに。今回はそんな深刻な問題を抱えるスウェーデンの実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、デンマークの首都コッペンハーゲン国際空港に来ております。聞いた話によると、近年皆様おなじみ、グローバル市場で有名なボルボ、IKEA、H&M、Spotify もある福祉天国と呼ばれるスウェーデンがですね、ギャングによって治安が悪化し、銃器による殺人事件がヨーロッパ平均の約 2.5 倍。そしてね、そのギャングの構想や治安のあれの背景にはですね、どうも移民問題が大きく関わっているとのことみたいで、今回はその実態を見てみたいなと思います。はい、今からね、電車に乗ってスウェーデンに入るんですけど、かなりレアですよね。デンマークの国際空港に着陸して、そこから電車でいきなりスウェーデンに入るというね。聞いた話によると、ヨーロッパ中の移民や武器、麻薬などもですね、ドイツのハンブルクに一旦来て、そこから陸路で北上し、デンマークの僕がいる首都コペンハーゲン、そしてスウェーデンから他のね、北欧地域に入るみたいです。ヨーロッパ最大の半島としてノルウェー、デンマーク、フィンランドと共に構成されるスカンディナビア半島に位置するスウェーデン。過去10年間で難民を含めた移民をヨーロッパで最も積極的に多く受け入れた国家の一つとして、現在の総人口1049万人の 20%、約214万人が移民で構成される国。スウェーデンの移民の歴史は中世から始まり、特に鉄鋼業の発展に伴い多様な国から人々が移住した。長年中立政策を取り、第一次第二次世界大戦を巧妙に避け、1950年代に入ると経済成長のためと不足した労働者を補うために多くの難民を含む移民を受け入れ、労働移民が増加した。この時から多文化共生政策を通じて自国民と移民を区別しない強力な福祉システムを提供したことにより、世界で最も外国人を歓迎する国とも呼ばれるようになり、同時に移民側も移民が最も好む国の一つとして移民と自国民がうまく統合する国となった。しかし1960年代末から移民労働力の需要が減少し始めたことで、経済拡張は鈍化し、労働移民の流入を一時中断させようと試みたが、当時のスウェーデンの移民政策は移民局もなかったほど無秩序だったため、移民たちの大半は市民権を獲得し、本国にいた家族まで連れてくるようになっていた。その後も統一性のない移民政策は続き、1980年代にはイランやイラク、シリア、エリトリアからの亡命者、1990年代にはバルカン戦争による難民、2015年にはシリア内戦による16万人の難民がスウェーデンに到着し、総人口の約 20% が移民を占める国となった。大量の移民が短期間に流入したことによって、スウェーデンでは失業率の増加、住宅価格の上昇、財政支出の負担増加という深刻な社会問題を引き起こすことになった。そんな中、スウェーデンは1960年以降、経済的に余裕がない人たちのために大都市周辺に100万世帯の安くて質の高い住宅団地を全市民のために提供した。しかし、安くて質の高い住宅は流入してきた移民から人気が高まり、移民たちが集中する住宅団地になった。同時に増えすぎた移民たちはスウェーデン社会に馴染めず、孤立した移民コミュニティを形成し、スウェーデン社会から社会的、地理的にどんどん孤立するようになる。その結果、スウェーデン人は質の高い教育や高収入な仕事をする一方、移民たちは言語の習得、文化に適応できず、低い学業成就度、高い若年失業率、高い犯罪率と社会統合問題を引き起こすようになった。同時にスウェーデン人の中でも反移民による差別は広がり、高い学歴や能力を持った移民に対しても移民という理由から雇用する企業などが減少し、移民たちは貧困化、差別化されるスウェーデンの主流社会からは分離されるようになった。
移民第一世代の社会統合の失敗は移民第二世代に影響を与えるようになり、経済的困難かつ社会的孤立に悩む少年たちにとっては高額な報酬とコミュニティへの所属感を与えるギャングとのつながりが増加するようになった。とある調査ではギャングメンバーやギャングに関わりがある 80% 以上が両親が海外生まれの居住者、また両親の片方だけが海外で生まれた居住者は 95% にもなると言われている。一方、ギャング組織にとっても青年たちは好都合で、自分たちが手を出すと自分が逮捕されるので、スウェーデンでは触法少年にあたる経済的に困難かつ社会的に孤立した13歳から14歳の難民や移民の子供にお金を渡し、麻薬密売、銃撃、殺人、爆撃などの犯罪に利用し、銃犯罪に関しては2022年約半分近くが未成年によって発生した。その結果、スウェーデン社会でのギャングの影響力はみるみる大きくなり、エスカレートしたギャングによる暴力は警察も修復不可能な状況に陥り、現在スウェーデン社会で最も深刻な青年ギャング問題に発展することになった。現在の首相は深刻な青年ギャング問題について、これまで長年政権を担い移民・難民を受け入れる政策をした社会民主労働党を強く非難し、現在政権を担っている極右のスウェーデン民主党は同化されなかった難民をスウェーデンから追放すべきだと発言し、彼らの市民権を剥奪し略奪するべきだと述べている。長期間にわたってギャング問題は発生しただけに、修復には最低約10年かかると予想されている中、スウェーデン民主党の新たな対策として少年犯罪者の処罰の強化、移民難民にお金を払うから自国に帰ってくれと1人当たり34,000米ドル以上の帰国支給金を計画し、移民問題解決に全力で試みている現在のスウェーデン。さて着きました。スウェーデンでございます。そしてここがですね、スウェーデンで3番目に大きい都市マルモでございます。現在人口の 50% は移民の血が流れているマルモはデンマークとの国境にある都市ってことで、昔から産業と交通、貿易の中心地として栄えてたみたいなんですけど、とある記事によると近年爆破、銃撃、放火、その他暴力的な攻撃に悩まされ、ヨーロッパの犯罪認知ランキングではスカンジナビア諸国の中で最高位の都市と認知されているみたいです。さて中心地付近にやってきたんですけど、初めの印象入ったばっかりではっきりとは言えないんですけど、治安を思った以上に良さそうですね。やっぱり南米とかアフリカとかとは全然違う感じでですね、記事に書いてあった治安最悪っていうのはほんまなんかなっていう印象です。はい、スウェーデンのですね通貨はユーロと思ってたんですけど、スウェーデンクローナっていうことで、現在約738クローナが1万円っていうことで、ちょっと無謀なんですけど、1万円でどれだけできるのかっていうのもね挑戦してみたいなと思います。はい、ということで今回滞在する宿はこんな感じのエアビーです。プライベートのね一人部屋と、あとキッチンとバスルームは共有するっていう感じで約1泊6500円でございます。外はですねマイナス5度とかやけど、ヒーターがねあるんでぬくいなっていう感じで、ホテルはですね基本最安で1万円超えで、動画アップロードするのに、適切なネットがねなさそうだったんで、今回はねエアビーに滞在します。そしてね、スウェーデンの平均家賃を聞いてみたらですね、都市部のワンベッドルームで月約13万円ということで、3ベッドルームぐらいの大きさになると約20万円。で、郊外のワンベッドルームやったら約9万8000円。で、3ベッドルームやったら約15万6500円ぐらいっていう感じみたいです。前回撮影したルクセンブルクよりは安いかなっていう感じなんですけど、皆さん日本と比べてみてどんな感じですか？はい、今回はですね、セイリーさんからの動画提供ということで紹介させてください。いつも企業の皆さん本当にありがとうございます。セイリーとはですね eSIM を提供するサービスで、eSIM とはですねデバイスの中に入っているデジタルな SIM カードで、物理的な SIM カードなしでネットが使えると。よくね視聴者さんから海外旅行でねネットをどうしてるんですかってね質問があるんですけど、僕はですね海外旅行中は常に eSIM を使ってます。空港に着いた瞬間からネットがつながってるんで、公共の Wi-Fi 探し回る必要なく安全で高速なネットが使え、空港着いた瞬間からいっぱい仕事あるんですよ。地図見たり翻訳したりタクシー呼んでね宿行ったり、本当にですね旅にとっては便利でゲームチェンジングです。
180カ国にね対応していて、トラブルがあっても24時間年中無休でチャットサポートがね対応してくれて、1GB からねプランが選べるんで、数日のね短い滞在でちょっとしかネットが使わないなっていう時もですね、必要な分だけ購入できて、追加購入もですね簡単にできるんで、現在のね僕の旅のスタイルには欠かせないアイテムですね。概要欄にあるリンクからアクセスして、クーポンコードバッパー招待を使うと初回購入時、15% オフになるみたいなんで、皆さんよかったらチェックイットアウトしてみてくださいということで、バックトゥーザビデオ。さて次はですね、スウェーデンのスーパーの物価はどんな感じかね、少し見てみたいなと思います。全世界インフレ傾向にある中、北欧の物価はこんな感じですね。見た感じですね、お肉や野菜は他のヨーロッパ諸国に比べてそんなに違いはなさそうな感じなんですけど、その中でもパン、卵、レタス、チョコレート、コーラとかは少し高いかなっていう印象ですね。さて皆さん、物価の方はどうでしょうか。僕はねポルトガルにここ来る前に行って、ポルトガルも物価高いなって感じた中、スウェーデンも個人的には高いなと感じるんですけど、そしてね気になるスウェーデンの収入なんですけど、中央値は約3819スウェーデンクローナーってことで、月約42万円、最低賃金のね設定がないみたいなんで、一番安くて時給約1300円ぐらいかなっていう感じみたいです。でも冒頭でも話した通り、北欧モデルをね取り入れてる国なんで、個人の場合低所得者でも収入の半分以上税金を納めないといけないみたいで、その代わり法人税率は他の国に比べても安いことで、経済のね活性化を図っているとのことみたいです。そんな中ね、スウェーデン社会では移民とあと自国民が分離してるとのことみたいで、住むエリア、あとねつける職とかも違うっていうことみたいで、地元のね友達に聞いたところ、移民たちの仕事は基本的にね、言葉ができるできないに分けられ、自国民と移民たちの所得格差は約2倍以上の差があるとのことみたいです。Okay, brother. Nice to meet you, bro. How are you? I'm good, man. How are you? Yeah, very good. What's your name? Alex. Alex. Nice to meet you. Where are you from originally? I was born in Sweden, and my dad is Swedish, and my mom is from Philippines. Philippines. Oh, Yeah. nice, man. So how do you feel like being different? Like your parents are different nationalities and you grew up here, right? So how do you feel about that? Yeah, when I grew up mostly with Swedish kids. I thought it was a little embarrassing when I was little that I was different, that my skin was darker, so I felt different, you know. さて今からランチってことで、スウェーデンの代表的料理ショットブラッセルと呼ばれるマッシュポテトにブラウンソースがかかったスウェーデン版のミートボールをいただきたいなと思います。The sauce is so good, and then ミートボールとこのマッシュポテトのコラボレーション最高ですね。でこれソースはなんかウイスキーで煮込んであるやつみたいなんですよ。めちゃくちゃうまいわ。でビールがですね、これシーウィードが中に入ってるみたいなんですよ。でもですね、シーウィードの味はあんまりしないんですけど、This is a Swedish beer, no? Yeah. It's also really nice. ランチからいただいてます。はい、ということでここがですね、マルモの郊外にあるスウェーデン社会から分離されたと呼ばれる場所、集合住宅街ローゼンゴードでございます。いや、中心街とは全然違う世界ですね。建物、人、店、雰囲気、まるで別世界です。So how is the situation Malmo now? Is that dangerous now? I wouldn't say dangerous. Of course, maybe in the troubled areas where there is young people who don't feel like they belong in the society, yeah, they can be troublesome. So are there any violence still now or sometimes happening? Yeah, there is. Like there is bombs going off. When was that? Like last week. Last week? Yeah, last week. That means I think it's dangerous, man. Yeah. Right. And so there's a lot of bombs like that. Okay. Where are you guys from? From Sweden, no? No, I'm
From Denmark and Lebanon. Oh, wow. I'm from Palestine and Syria. Oh, Palestine, okay. You? Iraq. Nice. And he also from Iraq. Oh, he's also from Iraq. Oh, nice. You like Sweden? Yeah, it's good. It's good? Yeah, good. But Why you say this? because it's like too much criminal here. Yeah, too much criminal. What kind of criminals? Like Gang gangsters. Gang. Yeah. like someone like do like some bad things in the gardens. Drugs also. Yeah. Oh. Not good. ここローゼンゴードでは人口約2万2000人のうち 86% が外国出身とのことみたいで、ネットの情報ではスウェーデンの中でも最も人種差別が目立つ場所で、移民による憎悪により治安が悪化。一部の調査で一人で歩くことにどれほど安心感があるかを住民に尋ねたところ、住民の 60% から 65% が安全ではない、または非常に安全ではないと回答があった場所だそうです。Around here can be dangerous, depend on the time or what? Yeah. Yeah? Yeah, if you come here in the evenings or in the weekends, yeah, they might come like to, maybe they will group up to you and ask you where you're from. Right, wow. Yeah. And there's the cameras. And the camera everywhere in Sweden or what? No, mostly in the trouble areas. Trouble area only. Yeah, if it's really trouble, they will put camera there. They don't do that everywhere because it's also really expensive for them to put camera. Sure. And it's not, people don't like local people, they don't really like cameras. 一部の調査ではスウェーデンでは多くの人種差別があり、そしてスウェーデンでは人種差別が存在することを認めない傾向にあるとの調査もあるみたいです。実際にスウェーデンで家を購入する際や就職する際に名前がモハメッドっていう名前だけで家が購入できなかったり後回しにされたり就職できなかったりすることもあるみたいです。So how do you feel living in Sweden? Sweden is a good country for people who want to have a free study and learn in school, and it's the people is nice too, but can be hard sometimes for the people who are not from here, who are from the other countries like Palestine and Afghanistan. Do you feel something discriminated or do you feel like kind of like out of society? Not out of society, but the cops, they are always on us. Their eyes are on us. They treat us differently, and just because we are immigrants. Just today morning, I have talked to 3 cops, and they searched me 2 times. What kind of things police was looking for? Drug or something? They were looking for weapons. They were looking for drugs, and they come to us immigrants, us younger people. They search through us without no reason, and even if we don't have something on us, they just go by us and act like nothing happened. That's a discrimination. So what happened in the gang violence here now, do you think? In the place we live, you see gang members every day. We can't do nothing about it. So gang member is normally the immigrant or the local? It can be the local and it can be immigrants, but for the most it's the immigrants because they have been treated difficulty, and then now they want to bring difficulty to this country, and I don't know why. The racism and the discrimination is happening a lot. Oh, okay. So when do you feel that? Like example, you told me about the police, right? Yes. Any other places you feel like that? Yes, when I am in school, the teachers they teach more to the Swedish people than they teach to us. They see us as ghetto kids. Oh, ghetto kids. Yes, but we really want to learn. They're not giving us the chance. They judge you just because you look different. Exactly. But the country is loving. I love the people. I love the country, how it is to live here. But I think it's just higher people, the people who are higher up than us, the people who have more power. That's the people who are discriminating us. ネットの情報によると、マルモの中心地付近で働く自国民の失業率は約 14% で、それに対してローゼンゴード付近の、移民たちの失業率は約 62% ということで。Do you feel welcome by Swedish people here or? Yeah. Yeah. Yeah, men när kommer första dagar jag hittade
Ingen välkomna till Sverige. Jag kommer till Staffanstorp. Kommunen aktiverar inte för mig och min familj. De vill inte välkomna till arabiska människor eller islamiska människor. そしてね、このエリアの平均家賃は都心より約2万円だけ安い10万円とのことみたいで、失業率、所得格差があるこの地域の人々は経済的にね、苦しい生活をせざるを得ない状況なんですけど、スウェーデンではですね、移民に対して様々なサポートとかもね、あるみたいです。If you're like from a refugee, the people who own the buildings, they get money from like the government. They also spread to richer areas. So like if they build new apartments, if it's like for normal Swedish people to rent it, it's like 12,000 maybe. It's really expensive. But the immigrants, the refugees, not immigrants, they live there for free. Do you think the local people is angry about that because you say like yeah, they are because in Sweden you pay high tax and they feel like their money is going towards the immigration. They're not happy about that. They want to like take care of their older ones. They feel like they want to take care of their own people, like Swedish people, than taking immigrants. はい、今なんですけど中心地に来たんですけど、ものすごい警察の量です。聞いた話によると、ここに今集まってる人々はみんなトルコの移民たちみたいでですね、今日トルコのサッカーの試合があって、もしかしたらそのトルコ人が暴動を起こすかもしれないということで、スウェーデンの警察が集まってると。すごい光景やなこれ。さてやってきたのがですね、マルモの中でも夜一番治安が悪く、1週間前にですね、爆破事件があったと言われている、団地エリアなんですけど、来た感じ、中心街より少し音楽になってたり、車の前でですね、話してる人はいるんですけど、治安は最悪で、銃撃戦がバンバンあるような感じでは全然ないなっていう印象ですね。逆にほんまに爆破事件があったんかっていう感じの印象ですね。さて団地にあるケバブショップにやってまいりましたということで、ケバブのおっちゃん曰く過去はですね、治安が荒れてたみたいなんですけど、現在警察がかなり治安を制御して治安を回復しているとのことみたいです。ということで団地食のケバブでも食って今日は終わりますか。そうナイス。昨日はですね、移民の方の目線ってことで、いろんな人にインタビューしてみたんですけど、今日はですね、自国民は一体どう思っているのか調査してみたいなと思います。Do you feel like obligation to take care of the immigrant or no? Obligation? I think it's a good thing, yes, to help people. For example, when people were fleeing from Syria, for example, before, and that we could give them a safe space to be here. I like immigration. I'm not against immigration. Oh, okay. And I wouldn't connect the two, violence, crime, and immigration too much, because it's different topics, you think? Yeah, I'd say. What about now the government, they do like legal migrations, like they put the money to send back the immigrant to their country. Do you think it's working that? No, I don't believe in that. Yeah. Okay. What's the situation now in Sweden? There's violence and the immigrant problem. What's your opinion? I think my opinion is that yes, there is an issue with integration, but I also think it's been exaggerated a lot, I think. So you don't think it's all about the immigrant? It's not just that. It's not just immigration leads to conflict. I don't believe in that. What's your opinion about the migration in here? I don't have any problems with it. What do Swedish people gain from the importation of southern migrants, There's more people to take jobs. Maybe jobs the Swedish people don't like.
So, and that's important for the economy, I think. So what's your opinion about the demigration concept? So do you think people go home with this amount of the money? So obviously government tried to put the 35,000 to the immigrant to go home. Do you think it's gonna work? It depends on the situation. Now they have so many, they have a lot of jobs, and a lot of things wouldn't be able to function if they just go home. まあカメラね NG の人も含めていろんな自国民の人にインタビューしてみたんですけど、まあ移民たちはですねこのね社会に溶け込もうとしてる人もいるけど、もう溶け込もうとしてない人もいると。Do you feel immigrant try integrate or no? No, I don't feel it. Who has been coming in the 70s when they come here with their parents, when they start to work here in the industry and like that. That people has been very much more integrate, I think, and they have more open-minded. But some people who has come here and not lived for so long, they have starting already to bought things in their own countries because they will go there when they have the opportunity. And things like that. Okay. It's a very new culture for people to come from wars and from totally different world, like when it's cold here and it's not like the same how you behave, and maybe the culture is very different here in Sweden. People are more like to have clean around you, but they throw garbage, they throw things that shouldn't be there because then it not looks nice around you. At the same time, but you gained something from the immigrant too, no? Yeah, I'm always have been open about met different cultures and everything like that. But I can realize when people come to Sweden and live here, they are more growing in their own, and they will be. Okay, so they feel like they don't integrate. Exactly. 一部の移民はですねこのスウェーデンにある移民政策を悪用していると。仮病を使ってですね働かずにサポートだけ受けてそのお金でですね高級車購入したりする人もいたりですね、そんなですね一部の悪い目線のみがメディアなどで頻繁に目立って、自国民からの目線はですね移民たちは統合を望んでいなく、経済的な理由だけを求めてスウェーデン社会で生活を望んでいるという意見がねあるみたいです。They don't want any more this immigrant who is, taking a lot of money that Swedish people have worked for. Arab people, they never contributed, not a penny, and then they want more. We want this, we want that. Most of them have Mercedes and BMW cars. Really? Yeah. They separate in papers, but they still live together because they both get the same allowance. 一方移民側はですね統合は試みるが同化はしたくないと、一つのアイデンティティだけではなく社会にはいろんなアイデンティティが尊重されるべきだ、個人宗教の自由が尊重される社会であるべきだという意見も多くあった。 Do you think Muslim culture makes conflict with Swedish society or no? I must agree with this that they experience culture shock, but it takes time to understand their culture, and it takes time for the Swedish to understand our culture. So we take from one another. It's like give and take, and we appreciate and we value each other's culture. Yeah, when I came here, it was peaceful, and that never happened. You can sleep with open door, or and you can walk late at night. But now, when they open the boundaries for the Arab countries, it's like this. They bring their law here that they are very hostile. They brought their character, their attitude, their behavior because they don't want to submit to the law. They even was able to talk to Sweden to take off the flag in school. Imagine, we used to have flag in school. Now they don't have that because of these immigrants. They are Muslim. They don't want the cross, so they are not putting that. And even when graduation, before they used to have it in the church. Now they do it in an ordinary building because they don't want to hear about God and Jesus. Sweden is a Christian country.
そんな中ですね、先日極右勢力スウェーデン民主党の一人の政治家がですね、イスラム教はスウェーデンの価値観に適用できない、スウェーデンで暮らしているのにスウェーデン語もできなく、また犯罪も引き起こし、スウェーデン市民の評判を落としてる、彼らの市民権を略奪し追放し、イスラム化と戦う必要があると述べた。多くのスウェーデン人にとって年齢問わず宗教は単なる表面的なものであって、どの宗教に対しても信仰心がかなり薄い傾向にあるみたいです。そのためにですね、スウェーデン人にとってイスラム教を理解し、宗教のために取り組むことはかなり難しいみたいで、人々がですね、実際に宗教を深く信仰することは異質な考えとね、捉える人が多いみたいです。Do you think you agree with the demigrations? Like government pay the immigrant to go out? I don't think they really can do that. I think they should be more hard from the beginning to not let people just come for so easy things. That is a good idea that they have started thinking about now. It's not that easy to come to Sweden now. Muslims have now become a part of this society. Muslims are members of political parties. Muslims are sitting in municipality councils, and so the government cannot stop or cannot throw them away from this society. Most of the doctors here in Malmö, they come from other countries, most of them Pakistan or Albania or Iraq or other countries who are Muslims. The same goes with the nurses, many Muslim nurses, and most of the Muslims, they are driving the buses. So I mean, in transport, in the health sector, in every branch of the life, there are Muslims. So you cannot just throw them away. And in the future, these children, they are going to be maybe governing this country and maybe leading this society. What's your opinion about the government now? They are doing a good job or no? Yeah, I think they are doing a great job now. They're taking back the Swedish culture and society and not giving up to this demands of these immigrants, especially the Arab countries. They don't care about the laws of the country where they go. They just want to bring their Sharia law. カメラのね、前で直接話せないっていう女性の中であった女性に対するイスラムの文化。スウェーデンではね、世界でトップクラスの男女の差別がない国。そしてね、イスラムの文化での女性への目線が、地元のね、女性からすると統合しきれないと。そしてね、ネットの記事によるとですね、スウェーデンは世界で最もレイプが多い国の一つ。女性の4人に1人がその危険性にあって、で、多くはですね、イスラム教徒移民によるものだと。僕はね、実際にスウェーデンに住んでないし、それを実際に見たわけでもないんで、それが真実なのか、それともプロパガンダなのかっていうのはね、わからないですけど。今回ね、話した女性の中には、ネットやニュースの影響で、男女平等のはずのスウェーデンで、女性が安全に歩けない世界なんて受け入れることができないっていうね、意見もあった。If I feel safe, yes, I feel safe. You feel safe? Yes, of course, it's a really bad development. But I wouldn't say that I myself feel uncomfortable. Okay. 各国ね、全く違う宗教、伝統、文化、環境、言語。そんな中、移民と自国民との統合同化の価値観のズレ。皆さんはどう思いますか？Kids, young kids, especially under 15 years old, they involved in gang violence and stuff like this. And then, do you think why? And is that true? It's all about, very often, it's the social aspect. They have been grown up in areas that are really poor. They've had poor parents. They couldn't finish their schooling and didn't get that support from society that they need in the early stages. So what I hear is before coming here, the criminality in Malmös, most of them is immigrant by immigrant. Is that correct? Yes, if you would like to have a simple answer and take the right wing, the racist party's answers, yes, it's the immigrants, but it's a complex question because very often criminality is connected to socioeconomics and how poor you are.
So it's not connected that their background or religion or there's a genetics on migrants as some right-wing parties are trying to explain, but it's all connected to socio-economics and the lack of right integration politics in our country. So what's your opinions? How integrate each other between locals and the migrants? The question, the language is the first thing. It's a key to your freedom, so we have to become better on helping people to learn the Swedish language. But another thing is making sure that people actually get a job, to meet other people, go to a workplace, feel that they're part of something, they're part of the society. 移民がスウェーデン国民とうまく共存していくために必要なものは何なのか。スウェーデンに移住した16歳以上の移民を対象にしたスウェーデン語を無料で学習できるプログラムを提供している団体に訪れお話を伺ってみました。What's the situation in Sweden right now is gang violence, criminals, migrants, also local people. People are integrated, but of course there are a small percentage that are not integrated yet. I could not talk a lot about the situation of criminals. We know that we have criminality in the city, but it's really not the majority. It's a small minority of people, and we know that when you hear about our city, it's always the bad things. I can say I feel safe in my city. I'm not scared when I go outside. So how hard to living in Sweden as an immigrant? Yes, it's pretty hard when it's like when you don't have papers, and it's so unfair because it's like rules here in Sweden. It's getting more stricter. I guess it's like it's all about the government and not Swedish people. I think because Swedish people, they want to like socialize with other people as well. Right. But the thing is, it's like some immigrants are abusing the rules and laws here in Sweden. That's why they want to kick out like some immigrants. Some immigrants are doing bad and some immigrants are doing good. But the thing is, like the good immigrants are influencing with that bad immigrants. So all the rules is implemented with all the immigrants. That's why it's like unfair for us, like me, because I've been trying so hard to do everything to meet all the requirements, but still pretty hard because of like the rules is getting stricter. We have lack of workforce in Sweden, and it's very sad that the political situation, I should say, that's my personal view, the politics today wants to strengthen the border and not receive so many immigrants from outside Europe any longer. And it has been good for the country to have many immigrants. But what you hear now is all the things that are bad. And I should say that's a very sad picture to give of a very exciting city like Malmö, for instance. Right. We have immigrants on all levels in the political power in Malmö. We have many immigrants that are leading our city, so it's very unfair to say that the immigrants are the bad people, because we are all immigrants. If you come, it's up to you if you want to integrate. It is something which is entirely up to the immigrants how to integrate. I mean, you know the language, you can get into the culture, you can understand people, and maybe you can make friends. Like I was studying at Lund University, I have a lot of Swedish friends. Right. Yes, so it takes a little time for you to get acclimatized to the climate, of course, and to the culture. But I think if you have the will to integrate, you surely will. 実際に現地に足を運んで聞いた生の声、スウェーデンで暮らす自国民や移民の人々、さまざまな意見、視点がある中、一体スウェーデンは今後どのような道をたどっていくのだろうか。I think we're all human beings, so we should try to respect each other as human beings. And we all have human rights. And if suddenly there was war here, I would prefer if I was able to flee or to move.
I think inclusion would be the solution, but that's my opinion as well. Exclusion and harder punishments or prison is not the answer. It's not. I think it's inclusion and relationship and support and the fact that we see each other. You are part of society. I think that's the only way to change. Right. It's sad that we have discrimination, but I don't think it's unique for one side or the other. I think right now the world needs hope. We need hope, and the young people in Sweden and all over the world are desperate for hope, I think, even if they don't know it.現在ヨーロッパいや世界各地移民問題があって何が正しくて何が解決策なのか全くわからない。そして今回スウェーデンでのインタビューでたくさんの人が話してたのがメディアやね SNS で一つの目線しか報道されず人々はですねその一つの情報に洗脳されていく。なんでね使いようによってはとてつもなく恐ろしい兵器にもねなりかねないなとも思いました。果たしてみんなが幸せな世界はそんなにするのか。いや大変興味深く学びのあるスウェーデンの滞在になりましたということで動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。アディオススウェーデンからです。寒っ。